正直に言います。今作かなり期待できそうです。お疲れ様です。パーカーです。この夏発売予定ながらまだまだ謎の多い新作ゲームクイーンズブレイドリビルド。今回我々調査班はその謎の一端を探るべく京都まで出向いてまいりました。そう、クイーンズブレイドリビルドの私有です。そこで僕が見てきたもの、感じたこと、それらを動画一本に凝縮してお伝えしたいと思います。ゲームやブースの写真もございますので、そちらを通じて現地の空気感も感じていただければ幸いです。それでは早速見ていきましょう。公式ホームページに書いてある文章曰く、本作はローグライトデッキ構築×アーマーブレイク型カードゲーム。これだけではなんとなくわかるようなわからないような。ということで僕が現地でプレイした限りの情報でゲームシステムをお伝えしたいと思います。ざっくり言うと、カードを場に出して正面の敵を突破し、相手のアーマーや HP を削っていくゲームという印象でした。カードは縦3列の枠に自由に置くことができ、ゲージが溜まると基本的に正面の敵を攻撃します。正面に敵カードがいればそのカードを攻撃。正面に敵がいなければ相手のアーマー、もしくは HP に攻撃。つまりどの列を突破するか、どのカードをどこに置くかが重要になるわけです。各カードには様々なステータスが設定されており、この数値によってカードの攻防が行われます。このカードドラゴンスマッシュレイナを例にとると、左上の青い円に書いてある数字が召喚コスト、右側にある赤い枠内の数字が攻撃力、緑の枠内の数字が防御力、左側の丸い枠の個数が攻撃までに必要なゲージです。またカードによっては追加効果も記されており、ゲームを有利に進める鍵となります。例えば左側レイナのカードが右側巴様のカードに攻撃を行う場合、レイナの攻撃力に応じて巴様の防御力がマイナス1されます。逆に巴様がレイナを攻撃する場合、レイナの防御力はマイナス2されるのです。攻防の後、防御力が0になったカードは場から消滅します。そして前に敵カードがいない場合、相手の該当部のアーマーが破壊、もしくは相手へ直接攻撃。アーマーを全破壊してから HP を削り切るとパーフェクトウィンとなります。戦闘システムの奥深さもさることながら、鎧の全破壊のために必要となる戦略も面白さに拍車をかけていました。戦略はターン制でじっくり考えることもできますが、ターンに制限時間がある進行にすると少しせかされる感覚もあり、程よい緊張感が生まれます。公式ページ曰く登場カードは100種類以上。様々な効果やイラストを携えたカードが登場するようで、ここも楽しみです。本作はノベルパートと道のりの選択パート、そして戦闘パートを通して物語が進んでいきます。選択パートではちょっとしたイベントも発生し、見慣れた美闘士と出会うことも。ここからは冒頭ストーリーのネタバレ注意です。今回の私有でプレイできたのはレイナ編のみ。そのストーリーはリスティに憧れたレイナがバンスケを出奔し、アレインに指示することで戦いの中に身を置いていくというもの。修行、そして冒険の道中で出会う敵たちはバンスケからの刺客であったり、盗賊であったり、なんとなく修行相手に選ばれたギャルだったり、その敵討ちに来た妹だったり、それらを倒し進むうちにレイナは友人を見つけます。そう、我らが巴様。2人は出会い、ケーキの話をして手合わせを。というところで僕の私有は終わりました。冒頭の印象としてはいつものクイーンズブレイドで、レイナの冒険を追体験できるゲームでした。これまでのゲーム作品ではオリジナル展開やクロスオーバー色も強かったため、原作に近い形のレイナの旅立ちをゲームで終えるのはかなり新鮮に感じられました。本作から QB に触れる方にも優しい作りになっていると思います。とはいえそのストーリー中での掛け合いは目新しく、アレインがレイナを戦闘狂と呼んでいたり、微笑ましいレイナと巴様の友人としての会話が描かれていたり、旧作からのファンが思わずにやけてしまうような要素もあって、楽しいノベルパートとなっていました。また声優さんのボイスも健在で、フルボイスとは言わないまでも美闘士たちが生き生きと会話をしているのが感じられると思います。ここからは必見、小ネタの発見やちょっとした未公開要素の予想です。写真を撮り逃した部分もあり、信憑性にはやや欠けるかもしれませんが、ちょっとした噂話くらいに聞いていただければ幸いです。サムネのこの要素を拾って動画を開いてくださった方もいることでしょう。
そう、あの武器屋のママの登場はあるのでしょうか。個人的な予想ではイラスト及び会話イベントでの登場の可能性は高いと考えています。その根拠はこちら。迷子の子供に出会うという道中イベントでの写真です。写っているのはカトレアさんのご子息ラナ君。しかし私有の段階ではカトレアさんはセリフと名前だけの登場であり、立ち絵は出てきませんでした。もしかするとこれは何かしらの立ち絵が準備中ということなのかもしれません。今回の私有で操作できたのはレイナ。そんな彼女のデッキの戦闘カードではこんなものがありました。幻影の戦士マリア。これはキュービーリベリオンに登場する謎多き戦士のイラスト。ということは今後リベリオン以降のキャラクターも戦闘カードで登場するのかもしれません。巴様のデッキに剣聖巫女のカードが、女王アルドラのデッキに召喚師のカードが、なんてことがあったら僕は狂気乱舞します。ここは写真を撮れていないため、あくまで僕の記憶ベースです。今回の私有ではタイトル画面からスタートすることができ、その関係上僕はまずコレクションの欄から見始めるという機構に出ました。見ることができたのは3つのタブ。カードコレクション、微投資、実績のようなもの。ここで気になったのが微投資の欄でした。そこに並んでいたのは四角い枠と微投資たちのシルエット。その中にはクローデットお姉様の兜らしき影が映っていたようにも見えました。レイナの物語を描く上では外せないお姉様。果たしてその登場はあるのか、それとも単に投稿者の見間違いなのか。今回は本当に楽しいイベント、そして楽しいゲームで関東から京都まで遠征した甲斐がありました。またスタッフさんのご厚意もあって写真もかなり自由に撮らせていただきました。この場を借りてお礼を言わせていただきます。そしてせっかくの古都京都ということで、商売繁盛で名高い三金神社で勝手にリビルドの成功祈願をしてきました。引いたおみくじの結果はなんと大吉。みんなでやろうリビルドということで今回の動画を締めくくらせていただきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。